やー、宮西さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。結構空きましたよね、でもね。そうですね。もう1年近くは空いてたかなと思うんですけど、今回は GR86、はい、あれももう2年前ぐらいですかね。ちょうど2年ぐらいじゃないですか。足とマフラーしか変わってない頃ぐらい。そう、足、マフラー、バケットぐらいじゃないですか。ね、その時に1回取材させてもらったんですけど、はい、そっから見た目はそんな変わってないんですけどね。見た目は変わってないですね。まあはいホイールがちょっと変わったかなみたいな。確かに TWS ぐらい TWS になったかなってるぐらいぐらいで。でも中身は全然変わってない。中身は変わりましたね。これもうしばき回してますね。しばきました。ルックスとしてはもう本当に全く86のまんまで、カーボントランクになってるぐらいですかね。確かにちょっと後ろがね。でも本当にやってることって、あとまあ一本出しになったぐらいですかね、マフラーが。確かに一本出しの方が全然かっこいいじゃないですかこれ。一本出しちょっといかついですね。ガッツリ。これどこのメーカーですかこれ。これ HKS ですね。お横にちょっとくすんでいや回しすぎてね。 HKS って書いてあります。それに、フロントパイプの感じでしょ。フロントはパワークラフトですね。ジャパンメイドそうです。パークラに中間が、中間もパークラです。あ、パークラなんですね。はい。結構乾いた音でいい音ですよねこれね。ありがとうございます。僕は結構好きです。86って結構ドロドロし、なんはいはいかボーボーなりがちじゃないですか。はいはい、水平対向っぽい、ねなんか割れた音というか割れた感じの、はいはいはい、それになってないんで結構そうですね綺麗ないい音ですね。ここが TRD でしたっけ、あれ GR あ、GR のウィングですね。の、ウィングとこの謎のね、あ、そう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 これをね整流する的なやつと、あとこあとのはテールランプの上につく小細工ウィングみたいなはいはいはい、一応ここでダウンフォースを生んでいるらしい。生んでいるらしいですね。らしい。なるほどなるほど。で最近お世話になってる TI レーシングさんのそうそうステッカーがあると。ティアレーシングさんのステッカーがそこと車体左側についてなるほど。あそれでいいっすね1割キャップです1割キャップ。1割キャップです。いやでも86って本当これで十分かっこいいっすよね。いやもうほんとやることないですよ。もうね外装別に何もやらんでも車高だけ下げても大正解ですよ。大正解ですね。で A05 に履かしてそうそうそう、ね、なんかアーム青いの映ってますけど、アームははいあれ、車外のロアームですね。あ、ローアーム車外にしてるんですね。車外になってます。あ、エナペタが見える。こっからかっこいい。そうなんです。丸抜けで見えてる。新作のエナペタルでございます。これも TI レーシングさんのオリジナルとお聞きしましたけども。そうなんです。GR86 用に開発していて、もう発売になると思います。お、これ普通に別単とかじゃなくてワンウェイの。別単じゃないです。ワンウェイです。へーツーウェイじゃなくてワンウェイなんで、セッティングも足としてはもうサーキット寄りな。完全先取りですね。いいっすね。バネレートはまあ多分購入する方の希望に合わせて変えられるんだと思います。すごい。エナペタってやっぱいい足ってねよく聞きますし。ビルシュタインだってポルシェの純正足とかもあビルシュタイン製ですからね。はいはいはい。まあ言うなればポルシェですよね。あ、これポルシェですか。ポルシェじゃないだってシルバーだし。そう大体大体ポルシェ。大体ポルシェですよね。いやいいなこのやっぱシルバーに黒のねこのエフェクトがかっこいいですよね。いやもうやりたくてやったんいじゃないですやーね、あとこのリアもねやる気満々の。か。そうです。なんか86って結構ここにタイヤカスつきやすいですよね。つきますね。ねこことあとそのタイヤの前のとこもやっぱだいぶつきますよね。これは完全に前から飛んできたやつがそのままぶち当たっちゃうって感じなそっち系んでしょうけど。でしょうね多分。これ爪折りとかは特にしてないですか。リアはやっぱカットはしてますね。あ、やっぱカットしないと最低限の入んないんだ。はい入んないです。あー255なんで。うわ、255入るんですねこれね。255投資です。すごい。 A05 に A052 ですね。ムッチムチっすね。17インチなんで。あ、17なのか。やっぱ17の方が86は加速もやっぱり影響するんで、パワーがそんなにめちゃくちゃあるわけじゃないんで、はいはい17インチの方が加速とかコスパ面も含めていいのかなと思いますね。18までは正直必要ないのかな。エアボリュームもねこれだけあったらまた空気圧とか難しいかもしれないですけど、そうですね。バッチリ合えばすごいね吸い付きそうですねこれは。まあ腕さえあれば腕さえあれば問題ないと思います。問題ない。問題ない。潰せる人だったらね。潰せる人なら。いいっすね。あとはこのキャリパーもかっこよくて。アドビックスのアドビックキャリパース珍しいですね。あんま選択する人いないかもしれない。いないですよねでもフロントとかよく見てもらうと分かるんですけど、はいはい、 GR キャリパーってオプションで出てるのあるんですよ。はいはい、あれと同じなんですよ。中身これなんですよ。アドビックスの側を GR ってロゴが入ってるのが純正キャリパーなんですよ。一緒です。あれもオプションめっちゃ高いですよね。ちょっと高いですね。かっこいいな。またこのねローター踏みまくってる人にしかできないこのヒートマダラと言ったらいいのかわかんないですけど、熱のね、そうですねマダラがねいいですねこれね。ちょっとしばいちゃってますからね。ちょっとじゃないですねだいぶあとこのホイールが TWS なんてやつなんですかこれ。これ T66F ですね。これ一番かっこいいですね。なんかいいっすよね。まあシンプルでね17なんでちょっとムチムチしてますけど、はいはいはい鬼軽いっす。6.65キロとかで。僕僕円形だったんですけど、はいはい4本交換するだけで6キロ近く軽量化にタイヤホイールだけで1本すごい。 1.75 キロ確か軽かったんですよ。ああ、じゃあ全然違いますね。6.8 キロですね。じゃあそうすごいっすよねこんな。回転物がそんなね1本あたり 1.7 キロも買ったら全然違いますもんね。そうなんです。あとこれ GR パーツ入ってますよこれ。あ、そうですねサイドベント。前から入っ
ってたやつですけど、GR のフェンダーダクトフィンっていう、聞いてんだか聞いてないんだか分かんないまあまあまあかっこよさ重視というかっこよさ重視のやつですね。まだこの辺はねタイヤガスがどうしてもやっぱついてしまってアクセサリーですね。そうですね、アクセサリーすごいね。やっぱここまで芝木倒すかっこいいな。だってキャンバーとかやばいっすからねこれフロントとかどうされたっていう、横からトラックで突っ込まれてなんかアライメントおかしくなってんじゃないかなと思うぐらいこれが正解です。これ正解値ですか？これ正解値ですね。これぐらいがでも本当にこんぐらいつけて僕はセットとしてはちょうどいいですね。だからちゃんとあれでしょうね、これも荷重乗せれる人じゃないと外側全く使わず。そうですね、使えなくなっちゃうでしょうね。あとそれプラスブレーキングやっぱり多少キャンバーついてれば難しくなるんで、結構シビアですか？やっぱシビアにはなるとは思いますね。いやかっこいいな。サーキット相当走ってますね。シーズン中は冬なんて特に土毎週日両日なんか毎週土日両稼働されてましたよね。このして車ねますね。すごいわこれは。一回エンジンもね一気ぶち壊してぶち壊して乗せ替えですね。2期目のエンジンになりましたけ2ど、期目のエンジン3期目も間もなく3期目はちょっともうお家に置いときますね。すごい。あとこれ中もかっこよくなりましたねこれね。そうですね。そうこれ中がこれ大事なやつだ。そうですね。自慢のやらしいステッカー。はい富士のフルコース。フルコース素人コースレコードですかね今。いや1分57秒2はい。早すぎでしょこれだって馬力240とかですよね。カタログ230馬力じゃないですか。まあ出てて22030ぐらいですよ。コンピューター書き換えていろいろやっても、だって2分切れないハイパワー車がいる中ね、僕の噂ではなんか GT3 でも2分切れないみたいな人もやっぱ多いじゃないですか。いるみたいですからね。ねギリギリで58秒とか57秒とか、ポルシェでそのタイムで86でねこの馬力ですからね。出ちゃったらもういや相当すごい。まあ腕がおかしいだけだと思うんですけどいやいねやいやいやいや。そうさあそして中もだいぶかっこよくなってなんかそうですね。ね。フルバケは前回入ってました。でも助手席が入ってなかったんですよ。入ってなかったんですよね。助手席もちょっとバケットになって TRD 仕様になって。そうです、両方 TRD ですね。そしてこのロールバーがね入ったんですね。いやらしロールバーがこれ最高っすね。この屋根がね6点上がいいっすよ屋ね。根かっこいいわこれは。これ後ろはいらないですか？もう車高は入ってないです。6点式ですね。そっかそっかそっか6点だから後ろの落とし込みは入ってると。入ってます。いやーぶっちゃけ走って腕だけ考えたらこれでいいんですよね。そうですね。ボディ剛性元から高いんで、そんなに入れなくてもいいのかもしれないですけどね。はいはいはい。あったら乗員保護にはいいかなぐらいですかね。そうですね。はいはい。私はレース出る関係でレギュレーションの関係で入れてるんですけど、タイムだけ出すなら入れたくはないですよね。入れたくないですね。入れたくない。これ何キロ増ぐらいですか？これ26キロ増ですね。でかいっすね。重たいですね。ガソリン半分を満タンにしてるようなねそうですよ。イメージですもんね。そうですよ。まあこのね座席のね着座位置がやっぱ低くてね86がかっこいいのと、でこれナビでかくないですか？ナビでかいですね。いやかっこいい。これで普通にクラッチを踏んでクラッチ踏んでスイッチを押せばスタートを押せばだいぶレスポンス良くなりましたね。いや良くなりましたね。いいっすねこれは。コンピューター書き換えしてるんで。なるほどなるほど。それがでかいんですかねやっぱり。でかいですかね。パワーも上がりましたし。どれぐらい回転回せるんですか？これレブが純正7400を書き換えて8000まで回ります表示上はレッドになってるんですけど、そうっすね平気で8000まで回りますよ。やばいなこれ。基本回したくはないんでそうっすね回さないんですけど、一応レブると燃料カット入ってロックアーム飛んだりする可能性があるんで、レブらないように回り切るっていう感じですね。基本は使わないです。基本は使いたくない。緊急時自分のミスとか引っ張り切った時に行っちゃってもいいようにってだけですね。なるほどなるほど。すごいなこれ。ここのねシフトも結構 GR っていいんすね。こんなにシフトフィールいいんすね。カチカチっすよね。ねよくできてますよね。このデジタルメーター見やすくていいっすねこれ。あとモードチェンジで画面変わるじゃないですか。それがまあ86かっこいいっすよね。おーちょっと S2 みたいな感じのね。S2 風やつです。いやーこれ音がいいっすね。でも静かっすねだいぶ。そんなにじゃないですね。でもレスポンスがやっぱいいんだよな。いいな。FA エンジンっぽい感じではないですよね。結構なんか軽い感じの、軽やかな感じで、もっとモーン。はいはいはい、純正そうっすよね。マフラーで踏ん詰まりなくなったっていうのとコンピューターですかね、だいぶ良くなりましたね。これってコンピューターめちゃくちゃ大変な解析をしないといけないとか言われてましたよね。あ、そうですそうです。最初ずいぶん時間かかりましたけど、今エクテックでできるんでもう今は大丈夫ですね。問題ないです。できるショップならやってくれますね。日光のフルブラストさんでやってもらえますね。やってもらえると。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとエンジンルームいいですか？あ、どうぞどうぞ。マル秘の。マル秘じゃないです。全然マル秘じゃないです。
さ基本的には純正、まあ例えばレースに出てカップレースとかにも出れるような仕様にはなってるんですか？そうです、まあ基本的になってますね。エンジンは完全未開封なんでおーノーマルです。いいですね。それにオイルクーラー、まあ熱そうです対策だけしっオイルクかりしてある。ーラー入れて、あうんとオイルキャッチタンクがそれもレースレギュレーションで必要なんでそれついてる。あ、もうこれレース出る気満々ですね。出る気満々出る気です、ね、満々ですね。ついにもうレースの世界へ行かれるということで、ちょっと頑張ってみようかなと。ね、ここの下もこれパワークラのあ、そうですものそうですす、でよね多分ね駅前にですね。駅前にねはい。すごいですね。なんかやっぱ水平対向のエンジンって面白いですね。ここから前に入ってますからねこんなどっからみたいなね。すごいっすよねす。ごいっすね。であとショックがちょっとあブルーのこれね、はいエナベターさん。エナペタさんが。レートどれぐらいなんですか？サーキッレートショートはフロントが12キロでリアが16キロですね。16キロなんだ。両方ストラットでしたっけ？両ストラットです。まあまあ硬いですね。硬いっす。硬いですね。そのままっすからね、レート。まあ確かに。ただやっぱりサーキットに行っていい道のところ走るとそうなんですよ。めちゃくちゃ気持ちよくて、先ほどね体感していただいたように、やべえしかまた言ってない可能性が非常に高くて後でどうなってるのかちょっと不安ですけど、でも相当楽しまれてましたもんね。いやー相当楽しんでましたねあれは前の86との動きが全然違って、前はもうちょっとこうロールしながら動かす感じでしたけど、はいはい。こっちはこのもう姿勢変化を少なくしてなるべそうくでちゃんとタイヤ潰せる人はちゃんとね荷重も乗せられてうん速くて、だからレート高いんで、言葉あれですけど下手な人が乗るとタイヤ潰せないんで曲げられない可能性がちょっとアンダーっぽいいっていう人はもしかしたらちょっといる下手くそかもしれないですね。うんでもそういう人は多分レートを下げた状態でサスをセットしてあげればいいのかなっていう。確かにハイレートにしていくと縮ませるのも大変だし、戻すのもすぐ戻ってきちゃいますからね。そうですね。コーナーに入ってもう起きちゃったってそねうなりがちですけどね。しっかり荷重かけないと。こんな86って言ったらあれですけど、86が2分切るのも僕すごいなと思うんですけど、はい57秒までいかれたらもう92ですらわりかし55秒とか出すの大変なんですよ。 46M3 とかで57いなくないですか？そうですよ。でベストで05に履かしてなんとか54秒とか52秒とか出せるかもしれないですけど、パワーを考えたらもうまあそりゃそうっすよ、ね、お話にもならないぐらいの馬力だと思うんでこっちは。じゃあこれはもう素人が作った最強のパッケージングですか、はいライトチューニング街乗りも全然できちゃう内装付きのパッケージングって感じじゃないですか。これいくらかかるんですかここまでやるの？いくらだろう。足で40万だとして、うんデフ OS のデフ入って OSD-TI レーシングさんで組んでもらったスペシャルスペックのデフがはい、1.5ですか？ 1.5 です。うんコーチに抜きましょうか。デフが13万ぐらいですよね、うん、まあそんなもん。でオイルクーラーはまあなくてもいいとして、うんじゃああとバケットバケット欲しいですね。バケット欲しいっすよ。15ぐらいじゃないですか、ね、15ぐらい今高いですもんね30キャリパーとか別にいらないですよね。キャリパーいらないです、ねキャリパー入れる必要ない。僕57秒出した時このキャリパー入ってなかったですから。十分純正めちゃくちゃ止まりますから。バランスもいそいうですよね。純正止まんないとか言ってる人がいたらちょっと詳しくは DM で。そう詳しくは DM で状態ですけどなるほどなるほど。止まります止まりますね純正でめちゃくちゃ止まります。あーむしろキャリパー入れてもタイムアップはしないです。周回できるよねそうですあれだけですねレースで周回できるってだけで別にタイムアップには費用はしません。しない全くむしろ安いキャリパーなんて入れたらバネ下重量増えて悪化しちゃう。はいはいはい。でアーム類とか3万円ぐらいですよね、まあ、うん5万円まあいいや。 15あと補強リア入れてるんでリジットですか、あリジットにしてるんですか？メンバーのリジメンバーリジットットから入れてるんじゃあそれ全部で5万だとしてはいはい80。じゃああとマフラーエンドマフラーでじゃあ20万20万でコンピューターチューニングがやっぱ20これはフルセッティングしてるんで15万ぐらい。 15万ぐらい。全部で100万ちょっとですかね。それちょっとサバ読みすぎかもしれないですけど、まあ150っすね。 150。 150あれば十分。でも車体本体を考えればもう500万以内ですかね。そうっすね450万で57秒57秒57秒楽しい速い気持ちいいそう NA 最高。つくばもまあ多分2秒ぐらいと。宮根さんがもう毎回出演してくれる時はずっとコスパ良すぎだろうって毎回言ってますけど、すげえ金なさそうな感じの貧乏回になりますけど、貧乏ですねまあ、貧乏なんですけどね私とかねもうでも一貫性この車の楽しさを考えたらめちゃくちゃコスパいい。コスパいいっすよねコスパいい。お金をかけなくてもそもそも純正でノーマルだってめちゃくちゃ楽しい車ですけど、確かに確かにいじってってタイムを出そうとした時に富士57秒を86で出せちゃうんだよって100万円ちょっとぐらいで。いや本当にすごいと思う。これでね例えば数値はつけてて、まあ、これだったらまあそれぐらい出ないとね普通だよねっていう感じですよね。数値はその200万とかかけてやってやっとまあそれだったらあれなんですけど、タイヤちっちゃくしてちょっとデフ入れてね、なんなら外装なんてほぼ一切やってない。そう逆にいろんなセッティングのアドバイスももらわないといけないので、そうですねまあ、時間のこうね費用はかかるかもしれないですけど、それも全て別に僕がお金もらってるわけじゃないですけど TI レーシングさんにぜひいろいろ聞いてもらえればね最終的にはねそうですいいのかなねと。聞いてもらえれば。そうですね。あ86も得意なんですよね今。86得意ですよ、ねデモカーの86つくば0秒台ですから。あとんでもないZN6 で NA でエンジンは結構やってる。エンジンやってない。
じゃあここでぜひ皆さんやってもらってそうですね、はい、軽量化してますけどね、じゃあこれも軽量化して59秒入れていただいて、そうですね、やらないといけないですよね、ぜひじゃあ TI さんでそこの辺はアドバイスしてくれます。ぜひこの最強スペックをすごい教えてもらって親切なんで。あざましたまとまりの悪い雑最終 TI さんをティーアップしただけという。それはだってカップレース出ますからね。そうですよ。よし、クラッチ以外につながりいいです。 GT3 乗って分かったことは、はこういうなんかいい意味でですよ、はいチンパンジーみたいな車欲しいっす。わかります？欲しいっすよね。欲しい欲しい。チンパンジー買った方がいいっすよ。チンパンジー買った方がいいっすね。チンパンジー買ってチンパンジそうー。好き放題ガチャガチャできる。そう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 そいやーなんかマジで欲しいんだよな。う。GR86 おすすめっすよ。そうちょっと半年後ぐらいに一台こういうの買おうかなと。FR のチンパンジーにチンパンジーっていう表現やめた方がいいの。そうですね。でこれ結構金かかってる人なんだかんだ。かかってますね。だいぶかかってますね。クラッチめっちゃ使いやすいっすよ。そうなんすよ。いいんすよ。OS って結構なんか滑らかな機器っすよね。そんなに初期からガーッとクスコすごいって言いますよね。ね。クスコ結構逆に嫌なぐらい噛んでね効くイメージなんですけど。入ってバキンバキンとか言ってるんですけどね。そんな話したらマギマギなってて。バキンバキンってね。これ絶対楽しいよ。あ、でこれそうだフラットシフトついてるからそれやってほしい。あ、だままでいいっすよね。そうアクセル全開で他の車でやったことあります？ありますあります。あ、じゃあ大丈夫。人の車でやったことあります。はい。で回転数を5500ぐらい超えないと発動しないんで。なるほど。はい。中途半端なとこでやったら中途半端でやるとわーんってなっちゃうからちゃんと回してフラットシフト。いいっすね。これも TI さんでやってもらえるんですか？いやコンピューターやってもらったとこなんでフルブラストさんですね。いやミッションフィールいいな。ありがとうございます。いや GT4 もいいっすけどやっぱこれいいっすね。そうです。めちゃくちゃ車軽いっすよね。軽い。やっぱこの楽しさってやっぱこういう車にしかないっすね。シフトノブだけ GR カローラのに変わってますね。あこれカローラ用なんカローラ用っす。GR カローラ用っす。結構重いんじゃないですか？いや軽いんですよ。見た目結構重そうなんですよ。そうなんかスカスカなんですよ。スカスカ。入りますこれ？入ります入ります。今アクセルちょっと抜いてました。あもっとベタ踏みですか？完全に踏んでないとダメなんです。なるほどね。床まで完全にずっと踏んでる状態じゃないと作動しないんで2足からとかだと難しいですね。もっと4、5とかの方がいいですね。そうですね。速度域上がって足硬いっすね。足硬い。でもこれサーキット超楽しそう。いや最高っすよ、ね、しっとりしてそうだなこれ。てか速くないですかこれ？そうなんでこんな速いですかこれ？だって5000で4000しか回ってない。超トルクある。これスーチャーついてます？ついてないついてないですよね。NA ですよ。 NA 回転ぴったり。これすごいっすね。これあれオートブリッピングついてるんですか？ついてないですよ。ついてないですよね。ついてないです。ファイナルがちょっとギャーってなく。そうメカニカルノイズがそこでね。そうああこれは気持ちいいわ。最高。そうなんですよ。いやこれ気持ちいいっすね。フラットシフトたまんないですよね。早いですね。早いですねやっぱり、多少早いです。そりゃそうか。気持ちよすぎるこれ。何これ？無限何これ？すげえ無限マシンだ。無限曲がる無限コーナリングマシンだこれ。なんだこれ？いいなこのギアノイズ。気持ちいい。結構なりますよね。気持ちいい。レスポンスもいい。最高だこれ。いやこれコーナー絶対楽しいじゃないですかこれ。無限マシンだこれ。やばくないですか？なんじゃこりゃ。86じゃないわこれ。あんまりレポートできてない。全然レポートできない。なんか運転が楽しすぎてなんかそっちばっかり。すごい。何これ？欲しくなりません？欲しい。ここまで仕上がってたら欲しい。タイヤもいいですよ。もちろんタイヤもいいし足もいい。グリップ感すごくないですか？全然抜けない。抜けないっすよね。いやこれは気持ちいいわ。やっぱこれっすね。そう正解ですよ。これ正解っすね。正解ですよ。コスパもいいしランニングコストがね。ランニングコストもう無敵に安いですから。ブレーキローター純正なら1万4000円ぐらいですよ。フロントポルシェとかだって1枚普通に10万とかじゃないですか。1枚じゃない2枚で1万4000円ですから。そうポルシェは1枚で10万ですけどね。10万ですからね。
すごい。やっぱ路面がいいとしっとりしてていいな。そうなんですよ。まあギャップがあるとちょっと跳ねるんですけど、ギャップないじゃないですかサーキットは、ない。これはサーキット用の車なんで、でも全然これででもそのバンバンって感じじゃないんで、しっかり吸収しますよね。一発でストってくるんで、そこの反動がちょっと強いぐらいでそんな気にならないですけどね。踏んできますよね。踏んでいける。いやー、これはちょっとバトルマシンだなこれ。そうそうやる気になる。これだったらちょっと週末に日光とか茂木とかも行きたいな。行きたくなっちゃいますよ行きたいね。な。サーキット行きたくなるっすね。でもやっぱこんだけコーナリングいいと国際サーキットぐらいが楽しいっすよ。あー、ほんとっすか。スゴーとか富士とか。そうか、すごいな。最初のいやえぐいっ気持ちいいでしょ。すよ。全開全開、もう踏みっぱっすよ。オルバーの効果は正直あんま分かんないですけど、まあもともと合成高いんであんまり入れても変わんない。むしろ入れなくていいと思いまあす。ー重みになる。重くなるだけ。はい26キロプラスになったんでいらないです正直。人を守るためですね。人守るためですね。なんかこれ最初土初期でほぼいじってない状態で乗ってるじゃないですか。そうですね。前回の取材そうだったんで、はい車が違いすぎる。別の車になりました。別っすね。これはもう加速もいいし、なんかコーナーの安定感がちょっとバケモンっすよね。化け物っすね。なんなのこれ。なんかマジで怖くないっすよね。怖くないっすよ。なんかもうハンドル片手で運転できるもんな。俺は全然。そう気持ちいい。そしてブレーキのフィーリングも超いいっすねこれ。ブレーキよく止まりますよ。うん気持ちいい。でも正直もうオーバースペックぐらいですかね。そうっすよね。止まりすぎちゃう86の車重だと。確かに。あとタッチが結構最初硬いじゃないですか。そうなんです。それがちょっとね難しい。難しいっすね。はい。もうちょっと初期弱いパッドに変えてもいいのかもしれないですね。これは86なのか。これ86ですファイナル変わってるから、これもうギアがね、そうギアの表示が変わっちゃうんす。バグっちゃうんです。5速に入っても4速。確かに。5だけバグっちゃってますね。6はちゃんと6って出るんですけど、いやこれはね箱根とかで行きたいっすね。ワインディングも無敵楽しい。サーキット無敵楽しいっすよ。いやそうっすね。これは回したくなるわ音もいいっすよね。ね。音もいい。デフめっちゃ効いてるこれ。デフマイルドじゃないですか。めちゃくちゃ気持ちいいこれ。何これ。あ無限だこれ。こんなん全然怖くないよ。なんじゃこりゃ。ブレーキもよく止まる。すげえ。ちゃんと動力がないと厳しいな。止められないかもしれないですね。そうっすね奥の方でしっかり踏まないと。そうですね。想像以上に奥の方に効くんだな。すげえ。これターボ車いらないわ。 NA 最高ですよ。 NA 最高だ。 NA 至上主義ですよ。6離れすぎ。そう5と6がね離れてるんですよね。確か結構ムーンってなる。だから5だけ引っ張ってあげるとサーキットではいいですね。この車純正のレブが7400なんですけど、はいはいコンピューターやって OK なんで、それでシフトの回転数8000までこれ回るようになってるんすで、げえ回しすぎ。そうレッドゾーンまで平気で回ってくんで、5速だけ7500、7600ぐらいまで引っ張ってあげると、6へのつながりがいいですね。ちょうどいい感じですね。他はそんな頑張る必要ないです。やっぱこれファイナル変えた方が気持ちいいっすね。気持ちいいっすね。これ 4.5 なんで、これだって音最高じゃないですか。いやーレスポンスが86じゃないんだよな。やばいよこれ。フリッピングとか超気持ちいいっすね。気持ちいいですね。だってふかしすぎるもん。最高だ。86欲しい。これ速すぎでしょ。速いっすよ。フラットシフト最高だ。超楽しいっすね。足も良くないですか。足もいい。だから道がいいところはもう最高に気持ちいい。最高なんですよ。最高に気持ちいい。これレースしたいわ。決まってません？決まってる。富士素人コースレコーダー伊達じゃなくないですか。いやいや素人じゃないですけどね。ほぼもうセミプロみたいな感じでしょ。もう言ってもまあそうなん走ともりすぎてすごい。ブレーキもなんかしっとりしてるな。これちゃんと踏めば。そうなの。奥で効きすぎちゃうのだけ慣れないとちょっと落としすぎちゃったりするんで、そうですね確かにそこだけちょっと慣れが必要ですけど、このブレーキ慣れたらめっちゃ強いかもしれないよ。強いっすよ。この車で戦闘力そんなに見た目上ねあんまなさそうに見えるじゃないですか。弱そうですからね。
見た目の戦闘力がかなり低いんですけど、これは全然格上食えるわ。これはシビックタイプ R とか富士で走っても大抵相手なんですからね。そうですよね。直線もこれ結構軽いから速いんだろう。そうそう、直線も速いし、コーナーなんてバデモみたいに速いから、もうやられることなかなかないっすよ。確かにこう前でね重たそうな車がブレーキ踏んでるところ、こっちはアクセル踏みたいですもん。そうそうそう。すげえ。軽さは武器ですね。やっぱ軽いって正義っすね。正義ですね。やばいな。やっぱあとトヨタの安心感、この壊れない感じ。まあそうですね、まあエンジンはさておき、まあエンジンはまあいろんな理由があったんで、欲しいけど、まあここまで出来上がった車をね作るのもまあ大変なんまだけど、あちょっとさすがにね時間がかかりますよね。お金はそんなにコスパで、まあそんなすごい大金がかかってないですけど、時間ですよね。このセッティング出したり、この足もまあ入れてね、セッティングいろいろ大変だったんで。大変でしょうねこれ。そうですね。そこもやっぱ宮ニキの腕が、いやセッティング能力大事っす。セッティング能力ももちろんですけど、やっぱそもそもの素の足もすごいいいですからね。エナペタのはいピクピクした感じは若干残ってるんですけど、道のいいところのこの空力ない車なのにすごいビターってそうくっついてますよね。すごいダウンフォースある車に感じる。足の良さですよね。これいくらするんですか？値段はちょっとまだ決まってないです。 TI レーシングさんにお問い合わせをお願いします。足ももちろんいいんですけど、はい。デフがいいっすね。あ、デフも TI レーシングさんなんでなんかステマみたいになってますよねこのねデフのかかり具合がすごい良くていいっすよね。足スーッて乗した瞬間こうやんわりかかっていく感じ。あんま街乗りだと交差点とかだとスーッと効きますよね。どっから効き出したかが、この辺から結構切り出しますよね。すごいすごいグイグイ曲がっていく。すごいマジで怖くないこの車。わあいいわ。何この足、後ろが破断しない。全然設置感がありますね後ろね。すごいいいですよね。なんかこういうウイングない車ってもうちょっとリアがこうナーバスビクビな感じねクしますよね。ナーバスですよね。さらにこんなにねフロントが食うようなセッティングにしてるのにちゃんと後ろついてくんだよなこれ。やだな、こういう車乗っちゃうとダメなんだよな欲しくなっちゃうなこれタイムに納得していただけますよね。いやそう無限に曲がれるもんね。怖くもない。すごいあとサイズもいいっすね。あ、そうですね、はいボディ感もサイズもそれがいい。これは本庄早いわ。早いですね。早い、絶対早い。だからこれを鈴鹿とかで走ったらどうなんだろうな。いや、鈴鹿行ってみたいですね。絶対楽しいですよね。特に宮ニキの腕があったら全然怖くなさそうだなしっかり決めたいですよね。グランツーリスモだよね。グランツーリスモたくさん先週ぐらい走ってますよ。一昨日も走りました。あ、本当ですか？はい。外装ガチガチにやってうわもうレーシングカーだぜって感じじゃないじゃないですか。そうですね。も見うた目とそのね釣り合ってないんですよね、速さがそうそう全く。クソノーマルですかそうらね。見た目は。ついつい煽りたくなるようなそのそうそう。遅そうな86いるなーみたいな。それが一瞬で消え去られる。トランクだけカーボンでなんだこいつみたいな。音もねちょうどこれぐらいが水平抵抗4気筒の嫌な音が出なくて気持ちいいですね、ちょうど綺麗なマフラー音ですよね、この間までストレートだったんで、その時のがやっぱ気持ちいいシビックみたいな音は出ますけど、レギュレーションとかいろいろあるんでね。でもこれで車検通るんですもんね。車検通ります。すごいな。排ガス証明も出てるんでバッチリの助でございます。都内でねごちゃごちゃ乗るのにまた音量とかで言われるのもね。そう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 本当ですよ。ぶっちゃけこれ GT4 と86、まあはいちょっと楽しさのベクトル違うかもしれないですけど、僕どっちが楽しいかって言われたらいやーこっちの方がなんかうえーってできる感じがでも本当その通りです。で実際石川おじさん知ってると思いますけど、僕はもう乗ってないじゃないですか最近 GT4。 確かにまあそういうことなんだろうなとはそう思うんですけどね。そう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 いうことなんですよ。これが楽しすぎるんですよ。楽しいな。 2000万ぐらいする車より300万円台の車の方が楽しい。楽しいな。まあ本当でもさっき言った通りベクトルは違くて、やっぱりポルシェはポルシェですごい良さありますけど、車自体の蘇生がすっごい高いからそうですね。なんかこの車はなんか運転手が上手くなれるなって感じがね。しますね、ドライバーの成長をさせてくれるような車ですよね。逆にこれいくら速いって言ったっていくらコーナーいいって言ったってドライバー下手だったらタイム絶対出ないですからね。全く出ないですね。全く出ないですよ。速いって言ったって富士のストレートでツイッターできるぐらいの速さですよ。そうそうそう3投稿ぐらいできちゃうっていう。まあ4投稿はいけるんじゃないですか。4投稿いけちゃいますうんこれはねセッティングが決まってこの車と一緒にねこう上手くなれればいいっすよね。そうですね。そういうの意味でもセッティングとかしてるうちに自分でどんどん学んでいきますもんね。そうですね。だってポルシェとかもうそのまま素でねそうやることないですからね。ないっすね。い
やっぱ近おじさん近いうちにご購入ですか？これなんかみんなでカップカーとして買ってはい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 。富士湾とか出たいっすね。ああいいっすね。マジで早いですよ富士湾とか。絶対早いでしょこれ。結果知ってると思いますけど。いやこれは早すぎるっすよ。いやマジで早いっす。いえいえ86の良さを体験していただけたようなんで。欲しいっすね普通に。